こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、利用者様の背中で手を組むのはありかということで、異常のことですね。コメントで異常の時に利用者様の背中に手を組む、背中で手を組んで異常するのってどうですかっていうコメントが来たので、それに対する僕の答えを解説できたらいいかなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以前のショート動画で紹介した、おすすめの転職サイト、介護ワーカーさんのリンクは概要欄に貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。では、実際にね、実技を交えてやっていきたいなと思います。はい、では異常の際に、こうですね、手を通していつもはこうね、肩甲骨を持ちましょうって言ってますけど、これをこうするってことですよね。背中で手を組む異常ってどうですかっていうコメント何回か来てるんですけれども、現場でも結構見かけることです。こうね、こう潜り込んで背中に手回して手組んで異常するっていうのは結構見かけるんですけど、これについてちょっとね、僕の考えというか説明したいなと思うんですけど、まず大前提としてはやり方は正直何でもいいです。利用者様と介助者がお互いに楽で不快じゃなくて安全に行えるんであれば、別にどんなやり方でも問題ないかなと思うので、別に背中の後ろで手を組んで異常するのも正解っちゃ正解です。ただ僕がやらない理由としては、僕はやらないんですけど、やらない理由としては、ちょっとね、こっちに車椅子があると仮定してください。手を組むってことは普段はこれぐらいの距離感でできるんですね。利用者さんと僕の距離感っていうのは、これぐらいね、お辞儀していただくとしたら、で手を組むとなると結構いかないと手組めないです。これぐらい結構全然違いますよね。この距離感とこの距離感ですよね。全然違いますよね。ってなると、まず一つはお辞儀をしてもらうスペースがなくなってしまうんで、手を組んでしまうと結構窮屈です。だから前の動画でね、支持基底面と重心の動画で説明したんですけど、支持基底面に重心を乗せてあげたいので、こう前に来てほしい。はい、前に来てほしいんですけど、お辞儀をしてもらうことが大前提になってくるので、こう組んじゃうとどうしても上に持ち上げる解除になってしまうっていうのが一つですね。こう持ち上げてしまう。本当はこう行きたい。でお辞儀して重心を前に誘導するにはかなり深く沈み込んだりしないといけないので、その辺は結構腰にも負担かかってくるのかなって思います。ただ何度も言うように、今のでうまくできる方はそれでもいいと思います。でもう一つは、近づいてしまうことで僕の肩が、僕と鈴木さんのこれ体格差にもよっていろいろ変わるとは思うんですけど、僕と鈴木さんの体格の感じであれば、僕の肩が鈴木さんの喉に刺さってますね。さっきからずっとね。はい、ずっと痛いです。そういう風なことで近づきすぎるデメリットっていうのは結構あります。肩が首に刺さるのもそうですし、肩が胸ぐらいに刺さることもあります。なのでそこまで距離を近づけてしまうと、どうしても、お辞儀も妨げるし、不快な思いをさせやすいっていうのが一つかなと思います。じゃあなんで皆さんね、結構腕を組むのかなって考えたんですけど、やっぱり落とすのが怖い。肩甲骨に手を入れるだけやったらそんなにうまくできなかった時に抜けてしまうんじゃないか、転倒させてしまうんじゃないかって思う方が多いのかなと思うので、手を組むことによって、この手さえ離れなければ絶対に落とすことはないですよね。この手がほどけない限りは。なのでがっちりホールドはできるので、そういう意味で安全にはできるのかなとは思うんですけど、組むことによってのデメリットっていうのは結構大きくあるのかなと思うので、僕は普段やらないです。なのでその対策としては、落とさないようにするためには手で持つんじゃなくて、手はあくまでサポート役で、自分の下半身であったり、膝とか股関節を使ってうまく利用者さんを、落とさないようにする、転倒させないようにする、もしくは介助量が多くなってくるとしっかり膝ロックですね。膝ロックで利用者さんが立てない、足の力が発揮できないところを補ってあげる。そうしてあげることで、そんなに手でグッと持たなくても崩れることはなくなってきますし、あとはね、スライディングボードとか、これですね、
こういったスライディングボールとかこういったものをやっぱ極力使う方が異常の時の負担っていうのはもちろん減ってきますし、2人解除が可能なやったら2人解除でもいいのかなと思うんで、その辺はね本当に正解ってないかなと思うんですけど、僕がやらない理由としては、今言ったようなことは挙げられるかなと思います。はい、じゃあ実際にちょっと車椅子使って、組むパターンと組まないパターンとでやってみますね。ちょっとこっちに車椅子置いてみます。ちょっとね見えやすいかなと思うんで、車椅子それでもかぶっちゃうので、本当はこのぐらいの位置ですけど、ちょっとあえてこれぐらいにしてみましょうか。はい、これぐらいやったらいけそうですかね。はい、じゃあ実際にまずは、手組んでやってみます。できるだけ肩が刺さらないようにやりながらちょっとやってみます。そうですね、膝ロックなんかも使わずやってみようかなと思います。手組んで、これである程度持つのは持てますけど、ね、こんな感じですよね。これで鈴木さん膝崩れたとしても持てるのは持てますね。ただめっちゃ重いです。めっちゃ重いけど、でこんな感じの解除ですね。今これさん当たってました？当たってました。当たってました。ごめんなさい。はい、当たるようにしようかなと思っててもどうしてもやっぱり力入れちゃうんでグッと入っちゃうかな、肩が入っちゃうかなっていう感じでしたね。じゃあもう一回戻っていただいて、じゃあ今度はちょっと膝ロック使いながらこっちに異常解除してみますね。いつも言うように膝の位置とかね結構僕は気にするんで、足の位置とかね、リュウジさんの足の位置を気にしながら、肩甲骨ですね、肩甲骨に手を入れる、こんな感じですね。はい、こんな感じ。で今回ちょっと距離があるので膝ロックするとできるかわかんないですが、はい、こんな感じで手はそんなに近い点です。言っても足で支えてます。で座っていただくって感じですね。どうですか今ので1パターン目と2パターン目で。そうですね、ただ手組んでしてもらうのは落ちないっていう安心感はあると思うんですけど、しっかり締まってるのであばらのあたりが当たってすごい痛くなるんじゃないかなと思います。僕は大丈夫ですけど。はいはいはい。あと今やってて思ったのは、やっぱり小柄な、僕が今まで見てきたこうやってねやってる方っていうのは、小柄な女性とかがやってるイメージがあったので、そういう方と、体格の大きい方がやるとよりねこう組もうと思ったらより密着しないといけないじゃないですか。そうなると本当にそれこそ、前屈お辞儀を妨げることになってしまったり、あと上に持ち上げる解除になりがちなんかなと思うんで、できるだけ、小柄で体格差がある場合っていうのは結構異常に関してはすごい難しくあると思うんですけど、足とか股関節をうまく使って重心を落として解除していただく方がいいのかなっていうのは僕の考えです。ただそれでうまくできないと別に問題ないかなと思います。はい、ということで今日は、異常の際にね背中で手を組むのはありなのかなしなのかってところで、結論はどっちでもいいかなと思いますけど、僕がやらない理由としては、やっぱりいろいろさっき挙げた通り、肩が刺さるとか、お辞儀を妨げるとか、僕はうまくそれじゃあやりにくいのでやってないってことですね。はい、じゃあ鈴木さん、はい、ワンポイントアドバイスお願いします。ワンポイントアドバイス、僕もやられた側の実感として、手組んでるとやっぱりこうねあばらが当たってちょっと痛いなっていうのと、これ利用者さんとね介助者さんの関係性にもよると思うんですけど、密着しすぎると相手によってはね、利用者さんも嫌になるんじゃないのかなと。僕は長谷川さんと今ちょっとね梅雨でジメジメしてて暑いのすごく嫌だったので、そういうのもあるのかなと思います。はい、そうですよね。はい、女性と男性やったらそういうのも余計に出てくるかもしれないですしね。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。